皆さん、こんにちは。日本語の旅へようこそ。この動画では、日本の文学作品を朗読しています。100年くらい前の作品が多いので、昔の言葉や難しい言葉があります。それらを簡単な言葉に変えて、聞き取りやすいようにゆっくり読みます。すぐに物語を聞きたい人は、概要欄の目次をクリックして先に進んでください。また、読むスピードが遅いと思う人は、YouTube の設定で好きな再生速度に調整してくださいね。今回の物語は、有島武雄の一房のぶどうです。絵を描くことが好きな少年は、クラスメートが持っている外国製の絵の具が羨ましくてたまりません。幼い少年が感じる劣等感や嫉妬など、心の動きが細やかに描かれた作品です。どうぞ最後までお聞きください。一房のぶどう、有島武雄。僕は小さい時に絵を描くことが好きでした。僕が通っていた学校は横浜の山の手というところにありました。そこは西洋人がたくさん住んでいる町で、僕の学校も教師は西洋人ばかりでした。そしてその学校の行き帰りにはいつでもホテルや西洋人の会社などが並んでいる海岸の通りを通るのでした。通りの海沿いに立ってみると、真っ青な海の上に軍艦や商船などがいっぱい並んでいて、煙突から煙が出ているのや、帆柱から帆柱へ万国旗をかけたのなどがあって、目が痛いくらいきれいでした。僕はよく岸に立ってその景色を見渡しました。家に帰ると覚えていることをできるだけ美しく絵に描いてみようとしました。けれども、あの透き通るような海の藍色と、白い誉前線などの水面近くの船体に塗ってある陽光色は、僕の持っている絵の具ではどうしてもうまく出せませんでした。いくら描いても描いても、本当の景色で見るような色には描けませんでした。ふと僕は学校の友達が持っている西洋絵の具を思い出しました。その友達はやはり西洋人で、しかも僕より2つくらい年齢が上でしたから、身長は見上げるように大きい子でした。ジムというその子の持っている絵の具は、舶来の上等のもので、軽い木の箱の中に、12色の絵の具が、小さな墨のような四角い形に固められて、
2列に並んでいました。どの色も美しかったですが、特に藍色と陽光色はびっくりするほど美しかったのです。ジムは僕より身長が高いけれど、絵はずっと下手でした。それでもその絵の具を塗ると、下手な絵さえなんだか見違えるように美しく見えるのです。僕はいつでもそれを羨ましいと思っていました。あんな絵の具さえあれば、僕だって海の景色を本当に海に見えるように描いてみせるのになぁと、自分の悪い絵の具を恨みながら考えました。そうしたら、その日からジムの絵の具が欲しくって欲しくってたまらなくなりました。けれども僕はなんだか臆病になって、パパにもママにも買ってくださいとお願いする気になれませんでした。毎日毎日その絵の具のことを心の中で思い続けるばかりで、何日か日が経ちました。今ではいつの頃だったか覚えてはいませんが、きっと秋だったのでしょう。ぶどうの実が熟していたのですから。天気は冬が来る前の秋によくあるように、空の奥の奥まで見透かされそうに晴れ渡った日でした。僕たちは先生と一緒に弁当を食べました。でも、その楽しみな弁当を食べている間も、僕の心はなんだか落ち着きませんでした。その日の空とは裏腹に暗かったのです。僕は自分一人で考え込んでいました。誰かがその時の僕に気がついてみたら、顔色はきっと青かったかもしれません。僕はジムの絵の具が欲しくって欲しくってたまらなくなってしまったのです。胸が痛むほど欲しくなってしまったのです。